公演依頼 .com 新聞土です。今日は東京オリンピックボクシングの銅メダリストでいらっしゃいます並木月美さんに入っていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。そしたらですね、ご本人の方から簡単に自己紹介の方をお願いできればと思います。はい、先ほどご紹介預かりました、東京オリンピック女子ボクシングフライ級で銅メダルを獲得しました並木月美です。出身地は、千葉県の成田市で、1998年9月17日生まれで、今年24歳になります。競技は女子ボクシングっていうところで、階級はフライ級という、オリンピックの中で一番軽量級なんですけども、そして身長が153センチというところで、海外では、自分は一番小柄で、今回の東京オリンピックの中でも、身長多分一番身長が低かったんじゃないかなっていう感じなんですけども、こんな感じで大丈夫ですか？はい、大丈夫です。一番小さい階級の中で、その中でもね、銅メダリストとなられたと。はい。はい。今の所属としては、その自衛隊。はい。陸上自衛隊。陸上自衛隊ということですね。だから、一日の生活の流れとしましては、どういうことをやってらっしゃるんですか？陸上自衛隊の自衛隊体育学校所属で、自衛隊体育学校が、国際大会で勝てるっていうか、国際大会で、活躍できる選手を育成する組織っていうところで、海外で勝つことが、勤務の目標というか、掲げているところなので、私自身は本当に朝、午前中、練習、午後練習っていう、本当にボクシングに対して、集中できる環境でやらせてはいただいてます。女性でね、ボクシングされる方も本当に競技人口もあると思うんですけど、そのボクシングを始めたきっかけっていうのを教えていただけますか？はい。もともと、幼稚園の年中から空手、そして小学4年生からキックボクシングを習い始めたんですけども、ボクシングは本当にまだその幼少期は出会っていなくて、なんですけど中学入る前に一回格闘技を全部やめて、普通の女の子として過ごしたいなっていうふうに思い、格闘技全部やめたんですけども、やっぱりどこか物足りないというか、っていうところで、近くにあったボクシングジムに通ったのが、ボクシングとの初めての出会いです。じゃあ最初は空手だったんですね。そうです。兄弟の影響で空手を始めました。で、空手からキックボクシングに行くっていうのも、自然な流れだったんですか？そうですね。幼馴染の那須川天心の、影響っていうのもあって、家族ぐるみで仲良くしていたので、その影響でキックボクシングも始めました。そうなんですね。で、高校の時は、もともと成田市にお生まれでいらっしゃってて、で、高校は、埼玉の、方に行かれたということでお伺いしてますが、そこまで実家から通われてたんですよね。ですね。ここは花咲徳栄高等学校に行ってたんですけども、ボクシング名門だったので、私は地元の成田の実家から、花咲のある加須まで、毎日、片道2時間半かけて通ってました。ので、朝練があるときは、5時台の電車に乗ってました。4時起きで、4時ちょっと、過ぎぐらいに起きて、本当すぐ準備してっていう感じでやってました。で、帰りも遅いんですよね。帰り、9時とか10時ぐらいになるのは、ありましたね。そうです。それを30年間ね、やられていらっしゃるっていうことが、一般人の感覚からすると、途中心が折れないのかなとか思ったりするんですが、そういったことって何かありました？いや、私自身は本当に、家族の、サポートがあってっていうところがすごく大きくて、私よりも母親の方が朝ごはんも
お昼もお弁当作って持たせてくれてたので、で、やっぱり、5時台の電車に乗るんで、バスがまだ出てないので、駅まで送って、送り迎えもしてもらってたので、そういうサポートもあったおかげで、私自身、高校時代、しっかりと通うことができたなっていうところはありますね。よくいろんなインタビューとかでも、その周りの方にね、支えられて、ここまで来れたっていうことをね、おっしゃっていらっしゃるんですけど、心の底からそう感じていらっしゃるということなんですよね、おそらく。そうですね。私自身が、親になった時、同じことできるかっていうところで、そう簡単にできると言えないなっていうのが大きいので、本当に、周りがよくしてくださったなっていうのは思いますね。で、その高校時代も負けなしで、3年間やられたってことなんですが、そこから社会人で始めた時に、そういった敗北も経験したりとか、負けてない時からこう負けを味わうとか、そういったところっていうのは、モチベーションコントロール的なところはありましたか、ご本人で。そうですね。やっぱり、そのモチベーションになるところで、やっぱり新しい環境に移るっていうところで、やっぱりなかなか馴染むのも大変だったり、いろんなことを覚えないといけなかったりっていうので、やっぱりその自分自身が目指してた目標っていうものが、少しなんか薄れていて、他のやらないといけないことに、追われてたっていうのも大きくて、そこで私自身、そういう生活をしつつ、競技をしていったところで、やっぱり負けという敗北を味わったときに、私自身、今のままじゃダメだなっていうことに気づけたので、そこからやっぱり徐々に自分自身が頑張りたいことに対しての、向き合い方っていうものは、そのおかげで変われたなっていうのはすごく感じますね。わかりました。はい。その幼少期の時に那須川天心さん、と幼なじみだったっていうことで、そこはもう幼稚園ぐらいから一緒だったんですか？幼稚園の年長の初めて私が出た大会の決勝の相手が天心で、そこから本当家族ぐるみで、お付き合いがあるって感じですね。じゃあ空手をやってる場所自体は、習ってる道場は違ったってことですか？はい、違います。違うんですけど、やっぱり、天心のお父さんが、仲良くなって、その練習も一緒にしたりとか、普通に友達としてっていうの、遊んだりっていうのはありました。そう、強い人同士っていうことで、なんか少し仲良く意気投合したっていう感じですかね。そうですね。でもやっぱり、子供だったので、普通にもう友達、本当に友達っていう感じで、学校の友達と何ら変わりのない。ただ、一緒の同じ競技をしていて、同じところを目指してるっていう感じですね。今でもそういったお付き合いというか、そういう連絡したりすることというのもあるんですかね。そうですね。たまに、そのてっぺんジムに行って練習したりとかもしてますし、連絡取り合ってご飯とかたまに行ったりするんですけど、でも本当に、本当小さい頃からの付き合いなので、格闘家同士っていうよりかは、本当友達というか、幼馴染っていう感覚の方が結構強いかなっていうのはありますね。だから那須川さんもものすごくキックボクシングでいろいろとすごく有名になられてた時って、やっぱり並木さんからしても嬉しいことだったんですか？そうですね。やっぱり、その幼馴染が、すごく有名になって活躍してるっていうところはすごく嬉しかったんですけど、やっぱり同じ格闘家としては負けてられないなっていうところもあって、本当に、刺激を、いつも与えられてるというか、刺激し合えてる仲だったらいいなっていうふうには思ってますね。並木さんが銅メダル取ったりとかする時も、なんか声をかけられたりとか、そういったこともあったんですかね。ありました。試合前も連絡くれて、試合終わった、負けた時も連絡くれました。試合前はどういうやり取りがあったんですか？いや、頑張れよぐらいの、本当に友達が応援してる感じのあれなんですけど、私も天心が試合の時は、
まあ楽しんでとか、頑張ってとか、本当、まあお互いやっぱり競技者同士っていうところもあって、その、まあお互いやることは決まってるっていうのも分かってますし、なので、まあ普通の会話しかできそんないんですけど。な感じで。はい。はい。今度ね、6月になりましたけど、もう大一番がね、天心選手も、はい。武選手と、ね、あるっていうことなんですけど、それも結構注目されてらっしゃる感じですか？そうですね。やっぱり、まあ、勝ってほしいし、頑張ってほしいなって思うんですけど、私自身も6月に試合控えてるので、まあ、お互い、お互い。まあ、しっかり、はい、最後は笑って終われたらなっていうふうには思いますけど。6月の、並木さんの6月の試合の予定は、どういった大会のものになるんですか？国際大会で海外に行って、カザフに行ってやるんですけど、まあ、6月30日から7月、上旬にかけて、アマチュアボクシングは約1週間ぐらいの期間、トーナメント式でやるので、1日っていうわけではないんですけど、勝ったらまた次の日っていう風になるので、まあ、約1週間ぐらいカザフスタンに行って、まあ、国際大会してきます。そういう国際大会っていうのは、割と近い、もう年々やってらっしゃるんですか？そう、まあ、やっぱりまあ今コロナ禍っていうところで、だいぶ数は減っていて、なかなかまあ行けなかったりっていうのもあるんですけど、まあ、その国内の試合がすごく少ないので、国際大会、海外に行って試合をすることの方が、まあ、多いかなっていうのはありますね。並木選手は、まあ、日本の中にいる時のやっぱ練習相手っていうのは、もう男性なんですか、基本は。そうですね。やっぱり、その、女子選手だと少し難しいところもあって、でも男子選手だとやっぱり力の差というか、その、体格の違いっていうのもあって、またちょっと難しいんですけど、なので少し、その男子高校生とかの、まあ、インターハイのでも勝ってる選手とかと、やっぱ練習したりっていうこともあったり、まあ、女子のプロの選手だったりとか、まあ、男子のプロの選手っていう感じで、本当に、まあ、出稽古行って、その、スパーリングっていう、ちょっと試合形式みたいなのをやるときは、そういういろんな方々に協力してもらってやってます。そういう予定とかも、やっぱり自分で立てていくっていう感じなんですかね。そうですね。自分自身と、まあ、コーチと話し合いながら、まあ、決めていくって感じです。じゃあ基本は、ご自身がいつもやられてるその体育学校のところで、まあ、練習はい。をして、で、まあ、ところどころでその出稽古に行ったりとかっていう。はい。そうですね。大体どれぐらいの、基本あれですか、1ヶ月の中に出稽古ってどれぐらい行かれるんですか？試合が近くなると、週2ぐらいで入れてるんですけども、まあ、試合がない期間は本当に1ヶ月に1回とか2回とかぐらいなんですけど、試合が今のこの試合、あともう1ヶ月ぐらいのところでは、まあ、週2で、出稽古行ってスパーリングしてます。もう並木さん、本当にね、いろいろな、まだまだ若いですし、未来もある選手だということでなんですけども、今後の目標っていうところは何かありますか？そうですね。私自身、今、今後の目標で掲げてるのは、やっぱ、自分自身満足する試合を1回でもしてみたいっていうところが今、一番大きくて、まあ、それが、まあ、どっかの大会で優勝することっていうわけでも多分ないと思うんですよ。ただ自分自身が、終わった後に満足したなっていう試合を1回でもしてみたいっていうところが大きくて。なので、まあ、それが世界選手権なのか、次のパリ五輪なのかっていうのもまだわからないんですけど、本当に一戦一戦、うん、集中して、まあ自分らしい、自分が納得する試合をしてみたいなっていうのが今の目標です。逆に言えば、まだ納得してる試合がないっていうことなんですかね。そうですね。まだ一回も自分自身納得した試合がしたことがないので、その景色を一回でも見てみたいなっていうのがあります。
ね、結果で優勝するとか、そういうところではない、自分自身がそう思えるっていうところをね、目標にされていらっしゃるっていうのが、なんかすごくなんか新鮮で、ですけども、そういった試合をね、私たちも楽しみに見ていきたいなと思いますので、ありがとうごはい、ざいます。今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。